どうも皆さんこんにちは。市川純喜です。本日は動画のタイトルにもある通り、究極のピチティ見つけましたということで、僕が皆さんにぜひともおすすめしたい最強の無地 T シャツを紹介していこうと思います。1年前の夏ぐらいからですね、コンパクトなサイズ感のアイテム、短丈のアイテムっていうのがずっと流行ってきていて、今年の夏は特に着丈の短めな T シャツっていうのがすごく流行っていて、ファミマの T シャツだとか、あとは無印のレディースの T シャツとか、あとユニクロのキッズ T とか着てる方すごく多いかなって思うんですけど、今回僕が紹介する T シャツっていうのはこの3つよりもさらにおすすめできるようなアイテムになってます。早速紹介していこうと思うんですけれども、僕がおすすめする最強の無地 T はこちらになります。こちらがですね、アビレックスの T シャツになってます。で、今日ですね、実は僕この下にこの T シャツ着てるんですけど、ちょっと見せた方が早いんでお見せしますね。ということで、今日このアビレックスの T シャツ着てるんですけど、この T シャツが僕がおすすめしたい T シャツになってます。先ほど紹介した3つの T シャツと同じように、着丈がすごく短めな作りになっていて、身幅だったりとかもタイトな作りになってます。で、この T シャツおすすめしたい、一番のポイントっていうのが、この肩幅の寸法になってます。無印の T シャツだとかファミマの T シャツだとかっていうのは、着丈が短いのは嬉しいポイントではあるんですけど、肩幅の寸法がですね、どうしてもちょっと大きめなものが多くてゆったりとした寸法にはなっているんですけれども、今回紹介させていただくこのアビレックスの T シャツに関しては、もう肩の寸法がかなりギリギリなアイテムになってます。で、僕がこれ着用しているサイズは S サイズですね。182センチで、僕肩幅結構あるタイプで、肩幅43とかなんですけど S サイズを着用してます。何回か洗濯をすると縮むんですけど、僕はこれ 3,4 回ぐらい洗濯をしているので、実際のこの寸法からは全体的に1センチずつぐらいコンパクトになっているような感じになってます。着用感としては結構伸縮性のある素材感で、かなり伸びます。これは肩自体もかなり伸びます。なので身幅とかは、寸法ほどは窮屈に感じないかなという感じで、この腕の部分の作りとかもピタッとしたわけではないので、着ていてそんなにストレスがあるかっていうとそうでもないような、本当に着やすくてピタッとしたサイズ感の T シャツになってます。で、こういう肩の寸法がもうほんとちっちゃい T シャツ、41とか42とか、もしくはそれよりもちっちゃい30代とかになるピタッとした T シャツっていうのは、日本だけじゃなくて結構世界的にも流行ってるような感じになっていて、例えば韓国のイケてる雑誌とかですよね、デイズドコリアとかアリーナとか、ああいう雑誌を見てても肩が食い込むぐらいのピチ T を着てるスタイリングがあったりとか、あとは僕が好きな古着屋、ファイナルレイヤーっていうベルリンにある古着屋があるんですけど、そのファイナルレイヤーも最近ベビー T と題して、この肩の線がもう全然合ってないようなピチ T っていうのを出してたりして、最近はその着丈が短い、身幅がタイトプラスもう肩の線が合ってないピタッとした T シャツが、めちゃくちゃ熱いかなっていうふうには思ってます。このアビレックスの T シャツのいいポイントとしては、昔のヘルムート・ラングとかが出してるようなああいうコンパクトなサイズ感のアイテムにはなってるので、モード感を失わずにスタイリング組むことができるので結構おすすめです。僕はこの無地のアビレックスの T シャツ、白と黒2色ですね、1着ずつS サイズで持ってるので、今回はその白黒どっちとも使って合計で4コーデ組んできたので、僕だったらこの無地 T こういう風に着るよっていうのを喋っていこうかなと思います。早速一つずつ見ていこうかなと思います。まず1つ目は黒のタイプの無地 T を着たスタイリングになってます。これはシンプルな感じで、今、一番流行ってるだろうなっていうこの A ラインのシルエットでスタイリングを組んでみました。帽子が KDG のキャップで、バッグがバレンシアガ、腰につけてるウォレットチェーンがピーター・ドゥで、履いてるこのデニムパンツがイザベル・マラン、履いてるシューズがボス・パリスのローファーになってます。こういうような A ラインのシルエットを作るときには、上下のメリハリがあればあるほどシルエットがすごく綺麗にはなるので、
キャップをかぶって頭周りのボリュームを抑えるっていうのもありますし、このアビレックスの T シャツがすごくコンパクトなサイズ感なので、上半身のボリュームっていうのをすごく抑えられて、下半身のボリューム、イザベル・マランのワイドデニムのサイズ感だとか、靴のボリューム感だとかっていうのをより強調できるようなサイズ感になってます。1パターン目はこういうような、ベーシックなスタイリングですね。 A ラインのシルエットで、小物類ですよね。バッグ、帽子、腰元のウォレットチェーンでバランスをとってっていうような合わせが、1つ目のパターンになってます。続いて2つ目のパターンはこちらになります。この T シャツに対してボディバッグですね。これはミュウミュウの昔のボディバッグなんですけど、ウエストバッグとボディバッグをつけて、でパンツが、1週間コーデとかでも紹介してた古着のデニムショーツにアリクスのレザーブーツを合わせてる感じになってます。このスタイリングはちょっとテックっぽい合わせにはなってますね。これは T シャツのサイズ感がすごくコンパクトなので、ボディバッグを身につけた時に上半身がかさばりすぎないっていうのが結構ポイントにはなってて、このミュウミュウのボディバッグとか身幅があるものに対して合わせちゃうと結構ダボつく印象になっちゃうんですけど、このアビレックスの T シャツは身幅もかなりタイトな作りにはなってるので、このバッグを合わせてもそんなに邪魔をせず浮かずにコーディネートに馴染むっていうような感じになってます。どうしても上半身を無地 T だけにしちゃうとコーディネートが結構シンプルになっちゃうので、さっきの1つ目のパターンでは小物だったりを使ってシンプルになりすぎないようにっていうのを意識したんですけど、今回に関しては、単純に上からバッグをつけてアイテム自体がシンプルにならないようにっていうのでバランスをとってみました。この合わせができるのもアビレックスの T シャツのこのコンパクトなサイズ感ならではだと思います。はい、続いて白色の方の合わせも見ていこうかなと思うんですけれども、これはさっきの黒 T のコーデとはちょっと打って変わって A ラインのシルエットではなくて、すごく細身な I ラインのシルエットでスタイリングを組んでみました。これはもうめちゃくちゃシンプルで、合わせてるアイテム、これがパンツがヘルムート・ラングの昔のパンツですね。サイズが29とかで、もうすごくスキニーなシルエットのパンツを合わせてみました。それに対してプラダのレザーシューズとアリクスの巾着バッグを合わせてます。ピチティのいいポイントとしては、どんなスタイルにも合うっていうところがあると思ってて、今流行ってるスタイル A ラインのシルエットもちろん合うんですけど、こういう細身のアイラインのシルエットに対してもすごく相性がいいっていうのがピチティのいいポイントになってます。今はですね、割とワイドシルエットが流行ってはいるかなと思うんですけど、僕はこういうアイラインのシルエットが好きで、そろそろスキニーを履いてってもいいんじゃないかなっていうので、この夏とか、秋以降にはちょっとスキニーを押していきたいっていうのが個人的にはあって、今回ちょっとスキニーなパンツを合わせてみました。このアビレックスの T シャツに関してはアームの部分が、程よくゆとりがある作りにはなってるので、そんな着ていて窮屈な感じもしないし、見ていてめちゃくちゃピタピタのものを着てるっていう感じにも映らないので、そういったバランス感もすごくいいかなと思います。さっきの A ラインもそうですけど、こういうピタッとした I ラインの合わせっていうのもすごくおすすめできるようなT シャツになってます。続いて白 T の2パターン目、こちらになるんですけど、これはピタッとしたサイズ感ならではのコーディネートをちょっと意識してみて、上からですねタンクトップをレイヤードしてみました。さっきのですねミュウミュウのボディバッグの合わせとも似てるんですけど、 T シャツの上から何か着るっていう合わせをした時に、どうしても下に着てるアイテムの身幅だったりとかが大きいとかさばってしまうっていう難点があるんですけど、ピチティだったらこのピタッとしたタンクトップを上から合わせたとしてもかさばらないので、すごく綺麗に着ることができます。今回はこのピチティに対して、ヘインズの普通の黒のタンクトップを着てるんですけど、こういうようなレイヤードのスタイルで組んでみました。イメージとしては昔のリースクヤードとかあの辺りをちょっと意識してコーディネート組んでみました。ちょっとアバンギャルドなスタイルなので、ピーター・ドゥのネックレスとか腰元のベルトとかでちょっと主張を強めて、無地 T っていうシンプルなアイテムに対してタンクトップをレイヤードしたりして、あとは
アクセサリーとか小物とかでどんどん足していって情報量を増やしてっていうような感じになってます。1パターン目のコーディネートとしては極力シンプル、無地 T の良さを生かしてっていうので、2コーデ目のこちらに関してはサイズ感ですよね。このサイズ感ならではの着こなしっていうのを生かしてコーディネートを組んでというような感じになってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。白と黒、合わせてですね、このピタッとしたサイズ感、ならではのコーディネートを全部で4コーデ紹介させていただきました。これからのですね、皆さんのこのピチティの着こなしの参考になれば嬉しいです。8月もですね、終盤で夏の終わりがちょっと近づいてきたかなという感じはするんですけど、なんだかんだ9月の後半ぐらいまでは、暑い日っていうのが続いて、上 T シャツ1枚だけっていう日が多分これからも続くとは思うので、この T シャツですね、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてください。このアビレックスの T シャツに関しては、いろんなところで購入できるんですけど、僕が調べた限りでは、Amazon と楽天が多分一番安くて、2000円ちょっとで購入できるので、概要欄の方にですね、リンク貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日の動画は最強のピチ T 見つけましたということで、僕がおすすめしたい無地 T をですね、コーディネートを交えながら、紹介させていただきました。これからですね、皆さんの着こなしの参考になればすごく嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。